3章、天使聖団体の仕事。皆さん方の多くは人類に奉仕するために人類に混じって活動している霊の友とか使とか、これら霊たちの愛と指導については気づいておいでになる。しかし地上界の生命と関わっている天使たちの偉大さとか範囲についてはほとんどご存じない。天人とか天使とかといっても漠然としか耳にしておられないし、それは実在するのだろうかとか、その仕事は何だろうかと疑問に思っておいでになる。また皆さんにハイアラーキー、すなわち人類の生命と霊的進化の計画を指導している聖団体、この存在については耳にしたことがおありのようだ。そこで今夜は皆さんの求めに応じて、皆さんが進化計画に一層の理解が得られるよう、この2つの強力な方々の話を極力してみましょう。まず最初に次のことを心に留めていただきたい。一方には大聖団体の長老方や大使たちがおられて、人類の霊的意識の成長に関わっているということです。もう一方には天使聖団体があって、これは進化と表現形式の形成に携わっているということです。そこで次のことがお分かりでしょう。天使たちは生命の各王国の媒体、すなわち表現形式の形成に関わっている。他方、大使たちや長老方は、この表現形式の内部にある神聖意識の成長を担当しておられる。創造計画には、この両者の密接な共同と織り交じりが必要なのです。人類から天使を切り離すことは不可能です。その限りにおいて、次のようなことも言えます。人間の魂が物質の枠や生活から調達する域にまで進歩すると、場合によっては天使の進化路線に入って天使の仕事をすることもあり得るということ。同じく時折天使たちが人類族と密着連合の関係に入ることもあるということです。皆さんの中には古代人が持った信仰、つまり一人の天使と一人の人間との婚姻も可能ではないかと、そう思いつく人もありましょう。アーサー王物語ではマーリンはそのような婚姻の子供だったと言ってはいませんか。役者中、マーリンは魔法使いの老人。これは私どもが言う意味、すなわち特殊な目的のためには不死の天使たちが人間と交わることがあり得る、その霊障です。しかしながらこういうことは特別の高い使命がある天使たちにのみ限られます。この世界は地球の彼方にある光と美の世界に比べると大変暗いものです。誰しも無限の計画の持つ崇高と美を心に描くことはできません。されば皆さんは地球の創造や進化と密接に関連しつつ、他の天体で進化している生命について何も分かっていません。これら霊的な惑星から、これを新生惑星と呼ぶ人もいますが、そこから地球の生命形式の創造に助力しました。時を経て人類たちも地球へやってきました。ただしこれは他の天体で進化を遂げてある段階にまで達しており、その当時地球に生まれつつある魂よりずっと進歩した人間たちでした。これら進歩した魂が地球の若い魂たちの手助けをしたわけです。このように地上生命の創造に携わる2つのタイプの者たちが地球へ来たのです。一つは天使たち、すなわち偉大な惑星の存在、むしろ神々と称すべきか。他は進歩した人間たち、新人、これらであります。これまで何度も三者に言及してきました。三者とは初言から現れた方々で、この太陽系と地球惑星の進化とに関わっておられます。また、知、愛、力の3つの面と最も通じておられる存在です。この存在から一切の生命、3つの最初の生命の大光線が出ます。この三大光線の一つの上に、あの天使たちの仕事である各王国の生命の表現形式の仕事があるのです。動物王国と同様に鉱物王国にも生命として脈動が成長細胞が存在しています。エレメンタル、役者中、地、水、火、風など自然界の四大元素の霊と呼ばれるものがいまして、天使の指揮下で鉱物の中で働いており、それぞれ自分の特性に従って無機質や石の進化成長を助けています。
彼らは目に見えない世界で生命力を運ぶ道具であります。鉱物王国では生命と成長の最も精妙希薄なものがこのような小さな生命形態によって運ばれているのです。植物王国でも同じことです。草花を育てることが好きな皆さんが惑星の影響が草花の成長に及ぶことを知ったら自然霊や妖精の働きを助長することになりましょう。彼らは地球の表現形式の成長進化に携わる天使たちの直接の管理下にあります。生育する者には惑星の影響があることをもし農民や園芸家が知り始めたら大きな進歩が起こるでしょう。農民や園芸家は天使と妖精の王国に自己を同調させることが可能です。彼らと共同して最高の素晴らしい成果を生み出すことも可能です。私どもは偉大な方々、地球生命の世話をなされている長老型の英知を強調しておきたいと思います。今、皆さんの目には世界は混沌として映っています。皆さんはこう気づいておられる。人類の生命は嵐に揺すられる木の葉のようなもの。最後はどうなるのだろうと。しかし人間生活の各部門の背後、政治家や政府の背後には、その民族の進歩のために働く偉大な方々がおられます。また破局のように目に映る場合にも、肝に銘じておいていただきたいのは、そこにさえも大使が働いておいでになるということ。庭師のように刈り込み刀を手にお持ちになって、また皆さんは気の毒に思っておられるだろうが、しかと肝に留めていただきたいのは、かの苦しむすべての人々に対して、大使方も天使たちも想像を絶する信心な愛と同情を寄せておいでになるということです。ですから心を休んじていただきたい。目に見える状況の背後には、常にその種族の完全のために働いている天界の組織があることを心に留めていただきたい。天使の仕事の一つに、純粋に物事の魂に関わったものがあります。つまり人間の魂の属性であり、宇宙の魂の属性であるものです。愛のような神聖な属性は、愛の天使が供給します。聖なる真理は真理の天使が、聖なる慈悲は慈悲の天使が、それぞれ供給します。これら天使たちは実際に、魂の属性から生まれているのです。なお、このような天使たちも人間の姿をしています。少なくとも人間の顔を持っています。この中に偉大な真理があります。神は人間をその姿に似せて作られました。人類は神が地上に示すことのできる理想の表現形式と思われます。また、キリストは人間の最も完全な表現です。神を人間の形をとって表現したものとしては、そのように思われます。自然の王国にしろ、天使界にしろ、どの形態も、またある段階の惑星的存在さえも、この同じ成り形をとっております。ああ、皆さん、これにどんな深い意味があるか、人類がそれに気づきさえすれば、男と女、それは父なる神、母なる神の似姿として作られているのです。皆さんには、この人間の内在の神聖の意味が認められないのでしょうか。もし皆さんが人類の堕落に眉を潜められるとき、これを思い出してください。咎めなさるな。むしろ兄弟たちの姉妹たちの神の姿を拝みなされ。古代世界の石の彫刻に見られる古い記号の一つに、丸の中の10の字の印があります。これは与えようと手を伸ばしている宇宙の中の人間の象徴です。つまりキリスト人間、完全となった人間、宇宙的な愛の輪の中にあって、完全な放棄と献身の姿勢を示している人間の象徴です。そうしてまた、その心臓には愛のバラが開いているのです。しかし十字の背後には4つの区画があります。それは4要素の4人の神々、ないし天使たちを表すものです。これは地球の進化計画の主座にある天使聖団体の4人の方々、すなわち4人の偉大なカルマの主たちです。この偉大なカルマの主たちのもとに他の諸集団があります。これは進化の尺度によって下位にあります。それらは世界のカルマ、国民のカルマ、集団のカルマ、個人のカルマらの主たちであります。偉大な方々は地球の近くの世話をなさっており、またその意志と英知と力を持って支配しておられます。科学者たちは一切は自然法則の支配下にあると考えるかもしれません。それは事実その通りです。し
しかし全ての真理ではありません。自然の法則の背後にはある英知が働いています。生起する出来事や災害の背後に一つの英知があるのです。これらの出来事はカルマの主、刈り込み刀を持った庭園師の英知と意志によって起こるのです。そしてこれは長い目で見たとき、人類の魂の成長と進化のための広大な計画の一部なのです。これに関連して説明しますと、病気治療の際そこにいる天使たちは、単にその生命のこと、すなわち治病という特殊のことだけに関与しているのではありません。天使たちは病者に完全な愛と同情とを持っています。しかし一つ一つの個人的な奉仕の陰には、もっと偉大でもっと広大な建設の計画が常に存在しているのです。天使たちが身体の浄化と回復を助けているとき、それ以上のたくさんのことをしているのです。天使たちは想像します。すなわち、患者の諸媒体と肉体の中に光の力と霊力を織り込んでいるのです。それは徐々にですが確実に次の人種の人間形態を創造し、その準備をすることになるのです。地上における人間生命の発展と進化の計画がどんなに美しいものかお分かりですか？決して思い違いをしてはいけません。人類が唯一の生命路線だと、また一番素敵なものだと。だが同時にこう思ってください。来たるべき時代、それは想像の及ばない未来ですが、皆さん、平凡なブラウン氏もスミス夫人も新人になっているかもしれません。別の天体で天使たちと一緒になってもっと完璧な生命を築こうと活躍しながらです。なんという遠大な無限の進歩の展望が皆さんの前途にあるのでしょう。ですから私どもは言うのです。決してあなたの魂を高め喝を入れるチャンスを逃がしてはいけません。それが無相談にしない未来をあなたが天使らと共に手にすることになるのですから。